こんにちは。I'm Mick from Real Japanese. Welcome back to my channel. Today we have a special guest and I'm gonna ask her how she became so fluent and so good at Japanese and what was her strategy. Okay, let's welcome Daria-san from Nihon no Neko. はい、こんにちは。皆さん。はい、今日はダリアちゃんにどうやって日本語がペラペラになったかとか、日本語の勉強の仕方、効果的な日本語の勉強の仕方について、インタビューしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、ダリアちゃんはどのくらい日本語を勉強していますか？そうですね。ずっと前に、今、16歳、17歳の時に始めて、本気で勉強するのはだいたい6年かな ?6 年間と思います。6年間ぐらい。うん。で、6年間でどうやってそんなにペラペラになったか、多分みんな知りたいと思うから教えてください。そうだね。その時にも、もう、一般的に10年間の、なんですけど、いろいろあったんですけど、最初は、ちゃんと先生と一緒に学んで、で、その後でなんか日本語の友達があって、日本に行きましたけど、1ヶ月だけでしたけど。で、確かに、勉強するときに、教科書とか先生と一緒にだけではなくて、アニメを見たりとか、いろいろな、歌を歌ったりとか、いろいろしました。そのように、なんか、ちゃんとした日本語だけではなくて、実際の日本語をちょっと経験して、ということはとても大事だったと思います。なるほど。で、例えば、みんながいつも私に聞いてくるのは、どうやって日本人の友達を作ればいいかわからないとか、日本人の友達がいないから練習できないっていう人がよくいるんですけど、ラリアちゃんはどうやって日本人の友達と話したり練習したりしましたか？そうですね。最初に、私は日本語を勉強し始めた時は、ウクライナに住んでいました。で、ウクライナで、ウクライナ人の先生と一緒に勉強してたけど、その時に、日本から日本語を教えてる日本人は、ウクライナで住んでいました。で、そうですね。そういうプログラムがあって、今もあるかもしれません。だって、英語を教えるために、なんかアメリカ人とか、イギリス人が日本に来ることもできるように、その通りに日本人も、なんかいろいろな世界中の国で日本語を教えることができる。で、というプログラムで日本人はウクライナで住んでいました。ですから、よくみんなは、私は日本で住んでいないので、日本人は全然ないと、なんか、話してしまうことは多いと思います。でも、確かに、ウクライナでも、なんか日本人のお友達があったし、今私はアメリカに住んでいますけど、シャーロットという街で、確かに、最初にここに引っ越ししたとき、あまり日本語になんか勉強しなかったので、あまり知らなかったけど、今としたら、日本語を勉強してる、人のためにミットアップもありますし、日本語の会話時間ということもあって、1週間に1回。で、なんか日本人のなんかコミュニティがあります。ですから、そう。で、ところで、先日、YouTube で別のビデオを見て、そのビデオで、あるアメリカ人なんですけど、日本で生まれたんです。アメリカの両親に、日本で生まれた女の人なんですけど、アメリカと
日本の生活を比べたんです。で、彼女はアメリカで住んだのはちょうど私の町なんです。シャーロットで。で、彼女言ったのはなんか、日本人は全然いないって、日本語を喋る人はない。で、私なんか、違うよでちょっとすごくびっくりしました。ですから、その通りに、なんかみんなは、まあ日本じゃないから、日本人はいるわけはないというなんか、自分であまり探さないで決まることは多いと思うんです。決めつけるね。なんかassume、決めつける。決めつける。そう。なるほど。でも絶対ね、小さい町でも、特にアメリカとかヨーロッパとか、オーストラリアとかね、カナダとか、ニュージーランドとかも、日本人のコミュニティはたくさんありますね。なんか最近、日本人の女の人は、たくさん外国人と結婚してるからみんなその国に移住して、でそこで日本人のコミュニティが大きくなってるっていうのを聞いたことがある。だからきっと、その小さい町でも日本人のコミュニティはあると思うから、ちょっと探してみるというやる気とかね、そういうモチベーションも大切。探してみてくださいというメッセージは。はい。で、もし、例えばね、それ探してもいなかった場合は、例えば自分に話しかけたりとかそういう練習もしましたか？なんかダリアちゃんは。そうですね。自分で話したりとか、何か日本語を言うときに、映画とかアニメとか、どんな聞き取りでも、それを言い返した方がいい。自分でそれはちょっと止まって、もう一度自分で話すのはとても大事です。だって、声を出すのはとても大事と思います。だって、わかるのは、できるけど、話さなきゃの時に、ちょっと声は出さない場合は多いんじゃないですか。そうだね。慣れてない。慣れてないから、インプットだけね。みんなインプットだけしてアウトプットする練習をしてないから、本番ね、日本人に会った時にってなっちゃう。ですから私はよく、例えば聞かなくても、例えば本を読む時に、それを声を出しながら読む。で、私は時々、何回もちゃんと、その流れはよくできるまで何回も読んだこともあります。で、そうしたら、発音だけではなくて、その、言葉の流れにもなれるし、その本に出る、新しい単語、知らない単語も、それを、そのシーンを想像しながら、何回も声出しながら読んだら、単語も簡単に覚えることもあるんですね。それ私もした。英語でずっと本を読むときに声に出しながら、それを読んでスラスラ、ね、言えるまで練習したり、それはいい練習方法だよね。で、一人でできるから、そのフルエンシーね、流暢さの練習になると思う。なるほどね。だからまず友達とか日本人のコミュニティを探す。で、友達を作って話してみる。で、それだけじゃなくて、一人で家でとにかく日本語で話すチャンス、機会を作る。その方法は、最後の方法は恥ずかしくとしても、一人で、とできるからですね。そうだね。だって最初はめっちゃ恥ずかしい。そうだよね。確かに。だから一人でまず練習して、で、少しずつ日本人と交流してみるっていうのはいいですね。OK。なるほど。で、日本人他にオンラインで友達作ったりとかもしましたか？
したことある？オンラインであまりしなかったかな。確かにもっと、個人的なのが、話だったけど、で確かになんか、まあ、もしかして私はただラッキーだったけど、なんか、ウクライナでもアメリカでも、日本人を見つけたことができました。そうですか。ラッキーだったね。ラッキーかもしれないね。そうかそうか。私は、もしネイティブの人が周りにいなかったら、アイトキとか、あと、なんだったっけ、ハロートークとかで、たくさん練習した。でそういう方法もあると思う。ね。で、もう一つ、二つ目の質問は、話すだけじゃなくて、多分、日本人が話すスピードが速いから、わからないっていう人が多くて、リスニングの練習はどうやってした？その友達と話すこと以外に、例えばどんな教材使ったとか、どんなアニメとかドラマ見たとかあったら教えてください。そうですね。まあ、最初はもちろん、なんかアニメとかいろいろ本当の日本語を聞くのは、もちろん大事なんですけど、確かになんか前に話したことはなんか声を言い出したらそれを聞き取ることも進む。So when as a human, when we hear something, we unconsciously, our brain is like trying to identify it, and if it fails to identify the exact sound, it can either we can possibly not hear it at all. Like, what was that? Like sometimes, that time when you hear something but you didn't hear exactly, like that's your brain didn't realize what it was. Or we can actually hear something that resembles what you said, but maybe like a different language. Like for instance, if someone talks in completely different language that you don't know, like you might hear something from Japanese that it kind of resembles that, but that's like actual your brain is changing the sound based on the perception. Yeah. So the more you say it from your mouth, the more you can catch it, right? Right. That's why, yes. When we talk out loud, when we train our ears to hear it from ourselves, then we're like, okay, then I can catch it. Because if you cannot say it, you cannot like recognize that. 私もその経験したことがある。なんか毎日言う言葉は聞こえる。でも言ったことない言葉は聞こえない。そうだから自分の耳ね、リスニングを鍛えるために話すことも大切だよね。だから、それはつながってる。It's connected ね。そう。ですから、私は確かに、日本語の勉強としてちょっとラッキーなんですけど、私の母語はロシア語なので、なんかそのフォネティクスなんだっけ日本語で、は近いので、あんまりなんか聞くのも、簡単かなと言いますけど、英語のみんなはなんかその音は全然違いますので、それは確かに大事な練習と思います。だからいろいろな日本語を聞いてそれを言った方がいいんじゃない？多分シャドーイング。そうシャドーイングはもう、そう聞いてそれを言う。したらリスニングとスピーキングも一緒に鍛えられる。そう。スピーキングもリスニングもそれとなんかその中に言ってる文章の中でなんか新しい単語が出たらそれを何回も言ったら覚えるですよね。で聞こえるようになる。聞こえるようになるし。That's a great tip. 本当にいい tip だと思う。だからリスニングするときに聞くだけじゃなくてそれを自分の言葉で自分の口から言って、自分の耳を慣れさせる。Make your ears get used to the sound ね。そうですね。なんか発音もイントネーションもなんか口真似をする。すごい、いい裏技、いい秘訣ですね。Secret。
なるほどね。で、うん、よくドラマとかアニメとか見たりしてた？そうですね。私だと、まあ、最初によくアニメ見ましたけど、その時は、まあ、ウクライナだとあまり、まあ、10年以上前なんですけど、あまり、なんか日本語のアニメ、まあ、もう通訳したアニメだったので、あまり、なんか日本語の勉強にあまり役に立たなかったけど、その後うん。で、ジブリの、ああ、えアニメをよく見たんです。日本うー語でもん。まあ、ロシア語でも、英語でも。うん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 。で、うん、自分の好きなものを見た方が覚えやすいかな、多分。そうですね。確かに、言語を学ぶときに、まあ、練習とか文法とか漢字は、もちろんそれは全部大事なんですけど、でも、モチベーションはすごく大事と思います。だって、それは本当に長い間しないといけないので、ちょっとモチベーションがないと、どんな方法を使っても、なんか、やる気がないと何もできないんじゃなうい。ーん。ところで、そのモチベーションの、ために、何か、なんか、スピーチコンテストとか、うまあ、ーん。エッセイコンテストとかに、参加した方がいいと思います。うそれはすごくーん。いいなるほどね。と思います。何か自分でゴールとか目標をうん。作る。うん。ね。目標を作るし、例えばなんか日本語のエッセイとか書いたら、そのようなコンテストをしたら、その自分が言いたいことを日本語でどうやって、書くとか、うーん。それもなんかモチベーションになるし、そこに単語は、出てる単語もすごくよく覚える。私の経験では、あるエッセイを書いたときに、その出てる単語はなんかめっちゃよく覚えたんです。ああ、なるほどね。だから自分の言葉だからね。うん、自分の言葉だし、なんかすごく、まあ、自分にとって、その時になんかすごく、まあ、緊張するし、なんかすごくなんか、大事なことなので、なんか一生懸命頑張るので、うん。なるほど。で、もしエッセイとかスピーチコンテスト出られなかったら JLPT のまあね、そうですね。N2 を受けるとか N3 を受けるといううん。目標を立てるだけでもうん。効果があると思そうそうそう。う。うん。それでなんか日本語を勉強したら、日本語がペラペラになったら何をしたいかとかを考えるそうですね。のもいいと思う。うそれん。もなんか写真を撮って、写真のなんか、なんだっけ、プリってなんだっ印け。刷する？そうそうそう、写真を印刷して、日本に行きたいとか、なんかちゃんとそのモチベーションを、ちゃんと絵を作って、毎日見ながら日う本語のん。練習する。あ、本当？うん。ビジュアライズとかね。うん、そう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 。うん。なるほど、なるほど。そう、だからモチベーションも大切うん、だね。うん、うん。うん。だからリスニングするときは、ダリアちゃんの、秘訣ね、うん、tips は、聞くだけじゃなくて、聞いたことを声に出して言ったら、もそっと聞こえるようになる。う。う That's 本ん、当にいい tips だと思う。うん。で、モチベーションを上げるために目標を立てる。目 build だ標をよね。立てる。うん。うん、create a goal ね。なるほど。で、3つ目の質問は、どうやって単語を覚えればいいか、よく、フォロワーとか、うん。生徒さんに聞かれるんだけど、うん。ダリアちゃんはどうやって単語を覚えた？うん。そうですね。まあ、私にとって、言語を学んでる人の中で、フラッシュカードは人気なんですけど、私はなんか、ちょっと無理。そのフラッシュカードをちょっと見ながら、なんか眠くなって、なんか、いつも何回も、試してみたんですけど、なんか私にとって、まあ、とにかく私にとって、もしかして他の人に役に、立つことはあるけど、私は、まあ、使うは一番いいと思います。ですから、例えばなんか新しい単語が出たら、まあ、誰かと話すときに使うもちろんは一番ですけど、
もしなんか日本人とか他の友達はいなかったら、まあ、自分で日記で何か書くとか、なるほど。自分で例えば、まあ、今日はこういうことをしましたって日本語で書いてとか言ってその新しい単語を使うようにする。それはいいと思う。なんか私もよくしてるのが、小さいこういうノートブックに覚えた単語を、まあ1日5個とか10個書いて、で、まあ、眠たくなかったらね、眠たかったら寝ちゃうけど、寝る前にその単語、覚えた単語、新しく覚えた単語を使って日記を書く。で、自分の言葉にする。make it your own。そう。その自分の言葉にするはとても大事だと思います。だって、ただ教科書で読んで、まあ何回読んでもなんか、あまりなんか、つながらないかな。そうだよね。でも、自分の文章の中で、それ、なんか文法は大体同じと思います。だって、教科書でなんか新しい文法を、まあ練習をしても、なんか丸×とつけても、なんかあまり、つながらないけど、自分の文章を作って、まあ自分でなんか情報とか、について考えて、それを自分で考えたら、まあその時に脳はなんかもっとよく覚えると思います。私もそう思う。なんかインプットだけじゃなくてアウトプットをした時に覚える。だってアウトプットしたら、自分の脳は、ああ、こういうことだっていうか、プロセッシングですね。自分でプロセスする。なるほど、なるほど。分かった。だからただ、暗記とかボキャブラリーのフラッシュカード、単語のフラッシュカードを使うんじゃなくて、覚えたらそれを実際に使うか日記に書く。だから両方アウトプットですね。言うことも書くこともアウトプットですね。だからインプットの後にそれをアウトプットするという多分習慣、そうね、ハビットを作ったらいいと思う。なるほど。それは一番いいと思います。それを毎日したら絶対上手になるよね。でもそれ毎日するためのモチベーションはさっき言ったようにそうだって、ね、あまりモチベーションがないと毎日するのは嫌だってということは思うから、だからその3つね、まず1つね、ペラペラになるために日本人の友達を探す。もしいなかったら自分に話しかける練習をたくさんする。で、次は何だったっけ、リスニングの練習の時は、リスニング聞いたらシャドーイングする。すると自分でも聞こえるようになる。で、3つ目は、単語の覚え方は、インプットだけじゃなくてそれを自分のものにするためにアウトプットを、書いたり自分の言葉に言ったりすることですね。わかりました。これすごいね、みんな。すごいいい tips ですから、みんなも使ってみてください。はい。じゃあ、今日はこれで終わりましょう。はい。じゃあ、ダリアちゃんありがとう、本当に。こちらこそどうもありがとうございました。Okay, did you enjoy the interview? If you did, please subscribe to my channel or please hit the like button. And she's actually teaching Japanese on her Instagram and on YouTube channel. So I'm going to put the link of her channel and her Instagram account. So please make sure to follow her. She is sharing lots of tips to become fluent in Japanese. Okay, so see you guys in the next video. またね. One more thing. If you can subscribe this channel, that would be amazing. You know? I love you. You legend. Loving your work. ありがとう。